こんにちは、皆さん。今日はとても特別な実験を行います。もしも AI がジョジョの奇妙な冒険のような物語を作成すると、どうなるでしょうか？その疑問に答えるべく、AI にこの作品の大まかな設定と、戦闘シーンと謎解き要素を多めにするよう指示を出しました。なお、最初の指示以外、人間による編集は一切していません。これが AI が出した答えです。タイトル無名の芸術家と名高いコレクター、節1レオンの夜遊び。闇夜に包まれた街、星々が遠くで羽ばたいているが、地上では月明かりが唯一の光源となっている。一人の男、レオンが手にしたスケッチブックとペンを携え、街を闊歩していた。彼の目に映るのは老朽化したビル、錆びた看板、そして不明瞭な人々。でも、その全てが彼にとっては美しい。書かずに入られない、そんな瞬間が続々と訪れる。なんでだろうな、どれもこれも見てみたいけど。何かが足りない。突然、足元に落ちた一枚の紙が風に乗って舞い上がる。レオンのスタンド、リンクハートが紙に触れ、その紙は空に浮かぶ月に変わった。ほう、リンクハート、君も退屈してるのか？レオンが小さく笑うと、その瞬間、遠くでエンジン音が聞こえる。その音は次第に大きくなり、ついにはレオンの目の前に現れた。節2エリザの登場。エンジン音が近づくと、闇夜に紛れていたレオンの目が瞬く。頭上に広がる星々と月明かりが遠くで羽ばたいていたが、その光すら飲み込むような高級車が角を曲がってきた。車は急停止し、そのシーンが一瞬でもレオンの心に実として刻まれた。エンジンが消えると、シャーッという音とともに自動ドアが開き、車から出てきたのは一人の女性。君がレオンかしら。女性エリザは紫色のガウンに身を包み、まるで絵画から飛び出してきたかのような美貌を持っていた。ほんの少しだけ聞いたことがある。どのようだ？レオンがそう問いかけると、エリザの口元が微笑む。私はエリザ。この街でちょっとした美術のコレクターよ。君の才能に興味があってね。レオンは急に警戒心を感じ、スケッチブックを握りしめる。その瞬間、彼のスタンドインクハートが不穏な空気を察知し、横に出現した。興味を持ったからって何がしたい？エリザは瞳を細め、彼女自身のスタンドパレットドリームを呼び出した。空間が少しずつ歪み始め、周りの色が変わる。この場所で、君の才能を試してみないか？エリザの言葉に、レオンとインクハートは警戒心を緩め、興味深い表情を浮かべた。節3パレットドリーム。エリザのスタンドパレットドリームが完全に発動すると、周囲の世界が変わり始めた。一瞬、夜の街並みと星々が消え、その場所には無数の絵画、彫刻、そして美術品が飾られた広大なギャラリーが広がっていた。ようこそ、パレットドリームの世界へ。エリザは魅惑的な笑顔でレオンに語りかける。レオンもまた、目の前の光景に驚愕と感動を抱いた。これは君のスタンドが作り出した世界なのか？そうよ。ここでは私の美術品がすべて。でも、君が作り出す作品もここに飾りたいの？レオンは興味津々でうなずいた。その瞬間、インクハートが出現し、彼の隣に立つ。いいぜ、エリザ。だが、勝負には勝負のルールが必要だ。もちろん、それが私も望むところよ。エリザのパレットドリームが動き、その手から一つのカンバスと絵の具が出現した。これを使って、君なりの美術品を作って。ただし、この勝負には時間制限がある。10分だけよ。10分か？短いが、それがこの勝負の醍醐味なんだろう。エリザとレオン、両者のスタンドが対峙し、空間に張り詰めた緊張感が一気に爆発する。節4アートバトル。レオンの手にはスケッチブックとペン、エリザの前には新たなカンバスと絵の具。その瞬間、タイマーが設定され、10分のカウントダウンが始まった。始めよう、レオン。この10分でどれだけの美を作り出せるか、見せてちょうだい。エリザは絵筆を手に取り、速やかにカンバスに色をのせ始める。その色はただの色ではなく、実体を持つ力強さで空間を支配していった。
レオンも負けじとペンを動かし始めた。彼のスタンドインクハートがペンと一体化し、その一筆一筆が現実に影響を与えていった。なかなかやるじゃないか。君も、エリザ。だが、まだ見せられるものはある。突然、エリザの描いた絵から巨大な手が現れ、レオンに向かってきた。それはパレットドリームの新たな能力、彼女の描いたものを実体化させる力だった。これが私のスタンドの真の力よ。レオンは素早くスケッチブックに描き、その絵から現れた壁で攻撃を防ぐ。それも悪くない。だが、私のインクハートも同じことができる。タイマーが終了する数秒前、レオンはペンを紙に叩きつけるように動かし、その瞬間、巨大な竜がスケッチブックから飛び出し、エリザとパレットドリームに向かっていった。接合決着と新たな問題。タイマーが0に達すると同時に、レオンの竜とエリザの手が激しくぶつかり合い、その衝撃波でギャラリーが揺れた。結局、両者のアートは互いに打ち消し合い、原型を止めなくなった。結局、引き分けか？エリザは少し失望したような顔で言った。引き分けでも、この勝負から得られたものは多い。レオンはスケッチブックを閉じ、ペンをしまう。その瞬間、ギャラリーが元の世界に戻ると、突如現れた第3のスタンドユーザーが2人の間に割って入った。面白いバトルをしているようだな。しかし、私が求めているものは、どちらの作品にも見当たらない。新たなスタンドユーザーは黒いトレンチコートと帽子で顔を隠し、名も名乗らなかった。お前は一体？レオンが質問すると、その人物はスタンドを呼び出し、闇に消えていった。これは新たな問題だわ。エリザは深く考え込んだ。どうやら、この町には私たち以上の力を持つ者がいるようだ。牛6道への追求。レオンとエリザは元の世界に戻り、深刻な表情で新たなスタンドユーザーの出現を議論した。その男、何者かの手がかりはないのか。帽子とトレンチコートしか見えなかった。しかし、彼のスタンドのエネルギーは非常に強力だった。エリザはスマートフォンを取り出し、何かを検索し始める。その後、顔が引き締まった。ここに、近頃街で起きている奇怪な事件の記録がある。何か関連があるかもしれないわ。レオンはスマートフォンの画面を覗き込んだ。確かに、過去数週間で多くの奇怪な事件が報告されていた。これらの事件、もしかしたらそのスタンドユーザーが関与しているのかもしれない。それが私の考えよ。だから、私たちは彼を追い詰める必要がある。エリザの目には冷徹な光が灯った。レオンもまた、この問題が単なるアートの勝負以上のものであることを痛感していた。了解だ、エリザ。我々がこの問題を解決するしかない。私たちのスタンドと技術で、この謎を解き明かすわ。二人は再びスタンドを呼び出し、新たなスタンドユーザーとの未来の戦いに備えた。切な謎のスタンドユーザーの正体。レオンとエリザは地元の新聞とインターネット記事を精査し、奇怪な事件の発生場所をマッピングした。事件はある特定のエリアに集中しているようだった。このパターン、何か意味があるのか？まるで何かの暗号か、指示のように見える。レオンはスケッチブックにイラストと数式を並べる。その間、エリザのパレットドリームが色と形で変化し、パターン解析を行った。わかったわ。これはフィボナッチの数列になっているの。次の事件はここになるはずよ。すごいな、エリザ。それならば、時間がない。行こう。二人は指定された場所に急行すると、そこには先ほどの謎のスタンドユーザーがいた。お前たちも、これだけのことをわかるか。しかし、それでも遅い。その瞬間、彼のスタンドが現れ、時空を歪めた。しかし、レオンのインクハートがそれを即座にキャンセルする。何者なんだ、お前は？名前はモーフェウス。私は完全なるアートを求めている。完全なるアートってなんだ？それは私が求めている究極の創造物。お前たちのような半端なアーティストにはわからないだろう。モーフェウスは再びスタンドを使い、空間を歪ませようとしたが、エリザのパレットドリームが彼の動きを封じた。終わりよ、モーフェウス。
節8完全なるアートの定義と決着。お前たちにはわからないだろう。完全なるアートの重要性が。モーフェウスは悔しそうに言った。完全なるアートなど存在しない。アートは常に進化するものだ。レオンがその言葉に力を込めて言った。そうよ、完璧なアートなどないわ。それは人それぞれに異なるもの。エリザも付け加えた。モーフェウスはその言葉に少し驚いたようだったが、続けていった。なるほど、お前たちの視点も一理ある。しかし、私の目的は変わらない。その瞬間、モーフェウスのスタンドが最後の力を振り絞り、複雑なシンボルを書き始めた。しかし、レオンとエリザは互いに手を取り、二つのスタンドが合体した。これが私たちのアートだ。新たに生まれた合体スタンドはモーフェウスのシンボルを吸収し、新しい形に変えた。その力によって、モーフェウスは制御不能に。無理なんだよ、一人で完全を求めるのは。アートは共有と連携、そして無限の可能性によって成長するの。モーフェウスは倒れ、消え去った。しかし、彼の言葉とスタンドはレオンとエリザに新たなインスピレーションを与えた。これからはどうする？新たなアートを求めて、次の冒険へと進むしかないだろう。レオンとエリザは笑顔で握手し、新たな未来へとその一歩を踏み出した。以上で物語は終了です。いかがでしたか？なんと、ジョジョは出てきませんでしたね。そして、謎解き要素は本当に謎でしたわら。AI が作成する物語は、我々が予想する以上に予測不可能な結果を生むことが分かりました。今回の動画が楽しかった、面白かったと感じた方は、ぜひとも高評価とコメント、そしてチャンネル登録をお願いします。次回もお楽しみに。